今回はチャプター5を目前に控え、多くの人が気になっているであろうリリー・ラブブレイズの正体について考察していきます。先日リリーのコラボ T シャツが届きました。何か正体についてヒントはないか探してみました。そしたらなんと何も成果を得られませんでした。そこで今回はリリーが誰なのかを特定する内容ではなく、誰ではないかを削っていくことで最も残る可能性を探るという形で考察を進めていきます。リリー・ラブブレイズの中の人、前提としてまず確認しておきたいのは、今回焦点を当てるのはリリーの外見ではなく、中にいる被験者候補であるという点です。アートワークでたびたび存在を匂わせているリリーについて、私は以前の動画でプレイケアの学校の校長説を仮説として挙げました。一方、コメント欄を見るとステラ・グレーバーであると考える方が多い印象を受けます。ステラ・グレーバーはプレイケアの責任者であり、プレイタイム社の幹部にあたる人物です。喜びの時間以降も生き延びているとすれば、おもちゃの中に入らなければ生存は難しかったと考えられます。現時点で候補として挙がるのは主に次の2名です。ステラ・グレーバー、マリア校長。ステラ説が支持されている理由の多くは名前の由来にあります。リリーの象徴である星とラテン語で星を意味するステラが結びつけられている点です。またマリス・ステラは聖母マリアの呼び名であり、海の星として迷った船乗りたちを導く存在を表す言葉でもあります。こうした点から星や聖母マリアとの関連性を根拠にした考察が多いと感じました。しかし名前の由来だけでステラと結論付けるのは強引であり、根拠としては弱いと言わざるを得ません。そこでここからはリリーが誰であるかを考えるために、まず生き残る条件が何だったのか、喜びの時間を振り返っていきます。喜びの時間。リリーは喜びの時間以降も生きていました。最終的にラボに行き着いたのか、もともとラボにいたのかは不明ですが、現在もプロトタイプがいる工場内に存在しています。高いサバイバル能力を持っているのか、あるいはポピーと同様に食料を必要としない構造なのかは現時点では判断できません。少なくとも従業員は全員殺され、プレイケアの孤児たちはラボ内で眠っている状態にあることが分かっています。ステラとマリア校長もこの大惨事を生き延びていなければなりません。そこでまず喜びの時間における2人の行動を考えてみましょう。喜びの時間には大量虐殺が起こりました。それにもかかわらず、なぜ孤児たちは都合よくその場にいなかったのでしょうか。孤児たちは事前にプレイケアから全員退避していたと考えられます。アラート発生後の緊急避難という可能性もありますが、混乱の中で子供たち全員を安全に移動させるのは現実的とは言えません。しかも現在も孤児たちはラボで眠っており、結果として生かされ保護されている状態です。このことから場当たり的な緊急避難だったとは考えにくくなります。仮に孤児の移動がポピー主導であった場合、周囲の従業員が不審に思い止めに入ったはずです。しかし実際にはそのような人物は現れず、孤児たちは姿を消しています。この状況を成立させられる立場にいたのはプレイケアの責任者であるステラだけです。公式ストーリーブックには喜びの時間当日の8月8日にプレイケアのスケジュールが変更されていたことがカレンダーに記されています。この前提から推測すると、ステラがプロトタイプの計画を事前に知り、孤児たちをプレイケアから移動させるための計画が存在していた可能性が浮かびます。その延長としてラボから出られなくなり、リリーの実験体として生き延びたという流れも想定できます。ただしここまでの内容は確定的な証拠があるわけではなく、現時点では憶測の域を出ません。しかしモブは過去にも伏線を残してきました。そしてこの件にはもう一人重要な関係者が存在します。マリア校長。ここまでの整理ではステラがプレイケアの予定を変更し、孤児たちを事前に避難させていた可能性が浮かび上がりました。しかしそれを単なる偶然やご都合な展開で片付けてしまってもいいのでしょうか。まず疑問になるのは、なぜ避難場所がラボだったのか、そしてスケジュール変更は本当に突発的なものだったのかという点です。公式資料を見ると、このスケジュール変更は喜びの時間当日に急遽書き込まれたものではなく、あらかじめ予定として記載されていました。プレイケアという施設全体に関わる変更であれば、カウンセラーや幹部にも共有されていたと考えられます。実際にその内容は PW のノートにも記されています。にもかかわらず、孤児全員をラボへ移動させる計画を一般のカウンセラーや従業員たちに正直に伝えることは口が裂けても言えないでしょう。ではなぜそれが可能だったのでしょうか。ここで浮かび上がるのが協力者の存在です。その役割を担えた人物として考えられるのが
プレイケアの学校の校長であるマリアです。学校行事という形をとれば、先ほどの孤児たち全員をラボ近くへ移動させる計画は自然に成立します。喜びの時間が起きた8月8日はアメリカでも夏休みにあたります。とはいえ、孤児院で生活する子どもたちにとっては学校がないだけで日常そのものは変わりません。当時、孤児院でサマーキャンプが行われていた例もありますが、あのプレイタイム者が自由な外出を許すとは考えにくいでしょう。そこで、孤児たちの息抜きという名目でマリアが学校行事を企画し、それをステラが承認する。その上で、1日限りのイベントとして、プレイケアの外へ連れ出す。この形であれば、誰にも怪しまれることなく、孤児たちを移動させることができます。影のイベント。では、これほど都合のいいイベントは本当に存在したのでしょうか。その手がかりは、過去の資料の中に伏線として残されていました。それが、学校の掲示板に貼られている、ドラマクラブオブシャドウズです。直訳すると、影に潜む演劇クラブとなります。これは、孤児たちが闇のキャラクターになりきり、演技を行う放課後のクラブ活動です。衣装も自分たちで制作し、最終的には発表会を行うことが目的とされています。活動日は火曜と木曜ですが、夏休み中で授業がないため、放課後という時間区分は前提とせず、活動時間はここでは加味しません。ここで重要なのは、この演劇クラブの発表会を、夏休み中の特別イベントとして開催した可能性です。では、その開催場所、学校講堂はどこだったのでしょうか。チャプター5のイメージカットには、孤児向けのスペースとも受け取れるエリアが確認できます。それは、舞台セット背景のようにも見える場所です。ラボの内部そのものとは断定できませんが、ラボ施設のすぐ近くに存在していた可能性は高いと考えられます。孤児の移動手段としては列車が想定され、フォートナイト関連資料の時間割から、プレイケアからラボ付近までおよそ30分で到達できることも分かっています。さらに、ユールの丸、三角、四角の図形表記を踏まえると、丸がプレイケア、四角が監獄、三角がラボを示しており、これらの施設は列車によって行き来できる構造になっています。同じ形状の額縁が用いられている点も、その関連性を示す一つの裏付けとみられます。以上を踏まえると、チャプター5の舞台であるラボ付近には、孤児たちが到達可能なスタジオのような施設が存在し、それが学校の講堂に相当する場所だった可能性が浮かびます。アメリカの学校における講堂は、日本でいう体育館に近い役割を持つ空間です。プレイケア内部にその規模の施設が見当たらないことから、別の場所に講堂が設けられ、卒業式や演劇クラブの発表が行われていたと考えることもできます。リリーと星。ここまでの考察から、喜びの時間当日、夏休みのイベントとして、ステラとマリアが協力し、孤児たちをラボ近くへ移動させた可能性を見てきました。その結果、ラボ内には眠っている孤児が存在し、そこから実験体となったリリーが生まれた、という仮説を組み立ててきました。では、リリーの被験体は誰だったのでしょうか。現時点で候補として挙がるのは、やはりステラとマリアの2名です。リリーを特定する鍵として、まず名前の由来が挙げられます。百合の花、星、聖母マリアといった要素は、どちらの人物にも当てはまりそうです。ただし、リリーがどのような過程で誕生したのかについては、おそらくゲーム本編を通してでなければ、明確には判明しないでしょう。ホリデーのショートでは、星型デバイスを間近で確認できる描写があり、ブラックライトを出せることが新たに分かりました。ハロウィンのアートワークでは、アンテナの位置が反対になっています。これは裏側が描かれており、液晶画面である LED の顔が表、ライトが裏に配置されていることを示す伏線だった、とも読み取れます。デバイスには、再生マークのようなボタンと、起動や電源を示すマークが確認できます。再生マークとライトの点灯は直接結びつかないため、起動ボタンによってブラックライトが作動する、あるいはデバイス自体を起動する仕組みと考える方が自然です。では、再生マークの役割は何でしょうか。トランシーバーであれば再生マークは使われません。そのため、録音された声や音、音楽や映像を再生する機能を持っている可能性が高いと考えられます。星とリリーが結びつけられているのは確かです。しかし、この星型デバイスとリリーそのものが、必ずしも直接結びつくとは限りません。星のマークは、プレイタイム社の中に数多く存在しており、監獄の象徴、ボクシーブーのマークなど、用途ごとに多様な記号が使われています。ただし、髪型がサソリの尻尾のようにも見える点は気になるところです。サソリとの共通点として挙げられるのは、ブラックライトを当てると光る性質です。もし、ラボ内でプロトタイプに気づかれないよう、リリーが目に見えない文字でヒントを書き残し、
それをブラックライトで照らすことで読み取れるというストーリーが存在すると仮定するなら、この演出は非常に意味深です。その場合、リリーはプレイヤーに情報を残そうとした存在であり、敵ではなく、味方側の立場にいる可能性が高いと考えられます。リリーが市販されたおもちゃかどうかは不明ですが、髪型や服装は非常に個性的です。靴下は非対称で、全体で見ればおしゃれに映るデザインをしています。スカートの模様も、可愛らしさを強く意識したものです。星は、そのデザインを構成するワンポイントのモチーフとして捉えるのが自然でしょう。そしてこの特徴は、ステラやマリアのどちらか一人をリリーと断定することへの否定材料にもなり得ます。つまり、リリーは別の人物、あるいは別の背景から生まれた存在である可能性が残されているということです。すべてつながる、喜びの時間を軸に、リリーの被験体を2つの説から絞ってきましたが、ここで第三者の可能性が浮上しました。では、その第三者とは誰なのでしょうか。その手がかりは、先ほど紹介した影の演劇クラブにあります。このクラブでは、孤児たちが自ら闇のキャラクターを作り上げ、文字通り、自分の手で衣装を制作していました。その創作を教えていた存在が、不気味な衣装デザイナーたちです。当然、学校にはミス・ディライトがいます。リリーには、ミス・ディライトと共通する特徴的な関節構造が見られます。もし、学校内のクラブ活動に関わるデザイナーの一人が、リリーだったとしたらどうでしょうか。また、リリーや星と並んで登場する実験体1202の姿も、とても市販されたおもちゃには見えません。これを作ったのが演劇クラブの孤児だったとすれば、その独特で整っていない造形も、孤児自身が工作したデザインだと考えることで自然に説明できます。今回の考察では、リリーが誰であるかを断定することはできませんでした。ステラ説とマリア説についても、どちらか一方を完全に否定できる決定打はなく、両方に可能性が残されています。ただ、それ以上に重要なのは、喜びの時間、孤児の移動、学校行事、影の演劇クラブ、これらが一つの流れとして、つながっていた可能性が非常に高いという点です。リリーは、ある一人の人物というよりも、その環境と計画の中から生まれた存在なのかもしれません。今後公開されるチャプター5の情報によって、この仮説がどこまで裏付けられるのか、引き続き注視していきたいと思います。この動画が少しでも参考になったら、高評価だけでもお願いします。